おはようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はインテリアデザインの仕事ってどうやって取るの？みたいな集客のお話です。競合の多い日本のような先進国では特に大切な話なので、最後まで聞いてみてください。それでは今日のデザインの学び始めたいと思います。では早速ですが、インテリアデザインの仕事ってどうやって取るんでしょうかね。この悩みってどの業界も一緒なんですよね。なので私が、いつも聞いている、西野昭弘さんのお考えをちょっとお借りしますと、世界で戦うならクオリティ勝負、ローカルで戦うなら人間勝負みたいなことだったっけな、そんなような意味合いの感じのことをお話しされていて、その通りだなって思って結構尊敬したお話でした。なので私もそれを実行しています。でもその前に、そもそもデザイナーって土俵に立ってない人が結構多いんだよなって思うこともあります。仕事を取る流れっていうのは、一番初めに必要な商品サービスみたいなものを作って、2番目にみんなに知ってもらって、最後に、それがクオリティなのか人なのかみたいなことで買ってもらったりとか、仲いいのかみたいなものの流れだと思うんですけど、2番のみんなに知ってもらうっていうこと自体をちゃんとやってる人って少ないんですよね。でさらに言うと、そもそも1番の、商品すら持っていなくて仕事がないって言ってる人もいるんですよね。当たり前ですよね。だって自分の売りになっている商品、デザイナーだったらデザインみたいなものだったり、技術みたいなものだったりないのは売れないですよね。でもこの辺って学校でちゃんと教えてくれてない気がするんです。少なくとも僕が行っていた学校とかその時代では、なんか作り方とか CAD とか、デザインの仕方みたいなものは教えてもらったことはあるかもしれないんですけれども、忘れてるだけなのかな、あんまりですね、そもそも学校行ってなかったせいか、僕はちょっと記憶にないんですよね。今の学校はどうなのかわからないんですけれども、ちゃんと教えてる学校あるのかもしれませんよね。なんか教えてもらいたいんですけれども、そういう学校あったら僕もその学校をおすすめしたいので。私もそうだったんですけど、建築士とかデザイナーって技術者とか職人的な考え方が多いんですよね。なので良いものを作れば売れるってちょっと思っちゃう傾向があるんです。でも世の中そう甘くなくって、それだけでは売れないんですよね。もちろんですね、圧倒的なクオリティがなければそもそも価値がないんで、ダメなんですけど、サービスとかそういった商品みたいなものを知ってもらわなければ買おうと思える人すらいないので、もちろん買うことができなくて、素晴らしい商品サービスであればあるほど徹底的に知ってもらう努力ってすべきなんですよね。これって広告ってやつですよね。でその広告っていうのがデザイナーにとってどうも好きじゃない傾向があるんですよね。かっこ悪く思われるからですかね。雑誌には結構出たがりますけどね、変ですよね。同じようなもんなんですけどね。
広告って漢字で書くとやっぱ広く告げるって書くじゃないですか。チラシだってウェブサイトだって雑誌だって全部広告ですよね。これをちゃんとやらないと知ってもらえなくて仕事の全体ファイが少なくなっちゃうわけです。その上でですよ、仕事を任せたいと思う時ってどういう時なのかなってオーナー様の視点で考えると結構分かりやすいんです。この人にしかデザインできなさそうだなとか、この技術珍しいなとか、こういうサービスこういうことをやってほしかったんだよねとか、他では買えないものを売ってるともちろん売れますよね。でこれって真似しやすいものだったらっていうと、売れたら真似されて結局大きな資本が勝っちゃいますよね。だから真似できないものとか真似するのにちょっと時間かかるようなものを、生み出す必要性が出てくるわけです。ちなみに資本がめっちゃある人は真似してちょい改良して勝ちに行けば全然いいんですけどね。それできれば僕もやりたいですよね。でここまでが商品力で仕事を取るっていう方向性なんですけれども、実は小さい企業とか僕みたいな小規模でやっている設計事務所っていうのはこれじゃ全然ダメなんですよね。だからフリーランスとか資本が小さい会社の戦い方っていうのはやっぱり人柄で取るみたいなことだと思います。一番クオリティが高い商品っていうことではなく、まあまあの商品力であとは仲良くなって仕事を取っていくっていうこの一択ですね。これが今日の結論なんです。地方へ仕事に行くことが多いんですけど、最近僕、そこで出会う施工会社さんとか事業の先生方ってオーナーさんに信頼されここで使いたいって言ってくれるんですもん。これって相見積もり合戦の東京じゃちょっと考えられないですよね。それだけ競合が少なくて一緒に頑張ってきたっていう信頼関係で、仕事が進んでいくんだと思います。いわゆる村社会ってやつですよね。これをデザイナーは絶対やるべきなんです。東京だって何かしらできると思うんですよね。でどうやって人間関係を築くのかってことですよね。仕事がある人がやっていることの共通点にあるのかもしれないですね、ヒントがね。少なくとも最初はお金で動くことですかね。ごめんなさい、お金で動かないことですね。動かないことですかね。あとは自分がやりたいことではなく相手が必要としていることから始めていくってことかな。相手が喜ぶことを続けていくと人から好意を持ってもらえるから、そのうち仕事の依頼って来てますかね。全部が全部そうってわけじゃないんですけれども、それって結構数やっていれば何個か当たる的な感じで、僕はやってますね。実際は数打てば当たるというより数を打てればそのデータが取れるっていうことの方が重要で、自分なりの指標を作って分析をして改善していくと、結構こうしたらいいのかなっていう方向性は見えてきますね。そうすれば無駄打ちを減らすことができてどんどん効率的に仕事を取っていくことができると思います。さらにコロナのように時代の流れがぐらっと変わった時に、今までデータが変わったりするので今までの、データっていうのが、もちろん使えなくなるものもあるので、ただ変化っていう意味ではそこ自体のデータが、に気づけるので、行動に移すことができるメリットもありますね。なので皆さんも何か行動した時はそれをデータにしていくことをお勧めします。今日はそんなところにしようかな。
今日のご質問はインテリアデザインの仕事ってどうやって取るのっていう結論だったということだったんですけど、結論は人柄で取ろうみたいなことが、今日のお話でした。ちょっと実行してみてください。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。今日の話で疑問に思ったり、実際やり方を知りたい方は一度覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。